こんにちは。今日はトラベラーズノートの回になります。久しぶりの、トラベラーズノートの使い方ですね。まず最初に挟んでいるページ、どんなものを挟んでいるかっていうのを説明してから、後の方にどういう風になんていうんですかね、挟む構造がどうなってるかっていうのをばらして見せていくような感じにしたいなと思っています。気になるところはチャプターで飛んでいってください。それでは行ってみよう。ちょっと爪割れそうなので今日はここテープです。それではまず外観と使ってるペンからですね。ペンはね、多分前回から変わってなくて、フリクションゾーンですね。フリクションゾーンの中に、フリクションの青の 0.4 を入れています。今このセッティングが気に入っていて結構使ってます。ただ私フリクションのこのね消える機能実はあんま使ってなくて、単純に書き心地が好きなのとはっきりめのね青の色が好きなのでこれを使ってます。で多分前回の時はこのモノトーンシリーズの白を使ってたんだけど、今はちょっと気分を変えてこのグレーっぽいものに変更しています。でノートの外観のところですね。私はこのトラベラーズノートの手帳はもう仕事でもプライベートでもずっととにかく持ち歩いている手帳になるので、あんまりどこに出してもTPO をわきまえられるような形になればいいなと思って、あんまり外側のねビジュアルはあまり触らないような感じにしています。この正面のところもねゴムで適当にくくってるだけみたいな感じです。で前回ね多分説明したと思うんだけど、私いつもここ撮ってるんですよ。で今回はねちょっと初めて残してみてるんですけど、結構ね意外とまだ耐えてるというか、結構気にならずに使えてるかなと思います。ただ私ここにねノートパソコンを開いて仕事中、ここにノートパソコンの手前のところにさ、こうやって手帳置いてることが多いんですけど、ちょうどねノートパソコンのさこのタッチパッドの部分ね、この部分に結構ここが当たって、ノートパソコンのねこのタッチパッドの部分が結構傷にはなってるなっていうところがあるので、本来ならこれ外した方がいいんだろうなとは思ってるんですけど、ちょっと可愛いのでもうちょっとねこのままにしておきたいなと思ってます。でカバーの外観の部分ね、ここには私何もポケットとかね革には直接つけないようにしています。で後ろはこのクリップでゴムを通して留めるような形にしています。こうしてね結び目がこのノートの後ろ側に来ないようにすることで、あんまり書きにくくならないように、なるべくフラットになれるようにっていう感じにしてます。では順番に、挟んでるものからいきたいと思います。最初に挟んでるのはこの自分で作ったクラフトファイルっぽいものですね。これはシングス&サンクスさんっていうヴィンテージの紙物を取り扱ってるショップさんで買ってきた封筒を解体して、そこに猫ラミを両面かけた上で自分でクラフトファイル柄に、工作したものになってます。でこれがですね、よいしょ、こういう風にちょっと挟めるように作っているので、ここに、入れ子手帳を挟んでます。入れ子手帳は少しちょっと変わったレイアウトの手帳になっていて、上部分が、マンスリーのガントチャート、下の部分がバーティカルでこういう風にねめくれるような、作りになってます。でこれで何を管理してるかっていうと、私はもう体調管理とか、あとはダイエットみたいなのに使っています。基本的にはこのね書いてるんだけど、いろいろ排便があったかとか、1万歩歩きましたか、8000歩歩きましたか、6時間出ましたか、お菓子食べましたかとか、モーニングページ書きましたかとか、あと今カロリー管理をねアスケンでやってるので、アスケンのこの上限値を超えずにちゃんと食事できましたかみたいなのもチェックしてたりします。私はねちょっと今月結構だれてて、あんまりきちんと守れてないので、ややちょっと太ってきてますねはい。でこの下の部分のとこですね、下の部分は実際に寝た時間、歩いた歩数、取ったカロリー、それから水とか飲み物どれぐらい飲んだかとか、あとはあんまり良くないよねっていうものを食べた時にはパンとかね、ラーメンとかハンバーガーとか、そういうのねちょっと大きく目立たせて書くようにしています。これ食べたんだからもうちょっとあと気をつけようねっていう気持ちを作るためっていう感じですかね。で私は基本的に
今日今その瞬間一番使うページっていうのがすぐ開けないと嫌なので、このねプッチンクリップっていうこういう風にプチプチここが開けるこういうねクリップを使って常にその該当ページ、その週の該当ページっていうのを開くような形にしてここに入れていますと。はい。で次に入っているのがこれも、自分で作ったファイルですね。これも適当な紙物に猫ラミをかけて、そこにね無印のカードホルダーをこう2つ並べて貼って作った、ものになります。でさらにその上から自分でこのダイソーのポケットみたいなやつを貼ってますね。これカスタムしてる動画過去に上げてますので、そちらもご参照ください。でその中に、手帳を紛失しないようにこの紛失防止タグっていうののカード型のものを入れてるのと、もう一つは、神社のお守りカード型のやつはね、使いやすいかなと思ってここに一つ入れています。でそこにこのね、これも自作です。これもキラキラの紙に自分で猫ラミをかけて作って、ちょっとシールとか貼ってるだけのやつなんですけど、そこにお買い物リスト作ってます。付箋で作ってるやつですね。でここにこうバーっていろいろ貼っておいて、一番最初のページに今冷蔵庫にないものを移していくみたいな感じで、使っています。なんか買わなきゃいけないものをここに移すっていう運用にしてたんですけど、なんかねそれだとあんまり自分の中でフィットしないなって思ってて、ないものをここに入れておいて、で買い物行く時に買いたいもの買わないものっていうのは頭の中で振り分けた方がやりやすいなというふうに自分の中では思い始めたので、ないものをとにかくここに置いていくっていうような運用の仕方に今はしています。はい。で次に入っているのが、これが普通のマンスリーのスケジューラーですね。で最初のページのところに100均で買ったこういうね、マンスリーの付箋を貼ってます。でここで出社した日とリモートで、仕事した日っていうのを自分でチェックつけるような感じにしてますね。で、このマンスリーの手帳自体はタッチ&フローの、マンスリーオンリーの、手帳になっています。これね400円とかそれぐらいだった気がするんだけど、そうなんだけどめちゃめちゃね中のレイアウトがいいです。でここにちょっと付箋を置いてたりとか、あとはねこうシール貼るときに、どういうこうルールで貼ってるかみたいなメモを貼ってたりとか、あとはイヤーですね。このイヤーカレンダーのところの使い方としてはこんな感じにねやってます。結構ここはその定期的に通うような予定とかを書いてますね。私リンパマッサージ好きでよく行くので、いつリンパ行ったかとか、あとはネイルいつしたか、まつげ眉毛いつ行ったかとか、歯医者さん、病院とかも書いてますね。脱毛とか、あとはバスケ行った日とか、その辺を書いてたりとか、あと生理周期、分かりやすいように書いてるっていう感じですね。結構ね私も何ヶ月経ったら行く、何ヶ月経ったら行くっていう考え方でこう行くようにしているので、こういう周期が見えるものがすごく欲しくて、でこのイヤーカレンダーっていうのは絶対マンスリーの中に入っていてほしいなと思ってるんですよね。でこれもよく開くので、自分でこうブックマークをつけて、分かりやすくしてるっていう感じです。でマンスリーもこんな感じで使ってます。これもね該当のこう月がすぐ開いてくれるようにこのプッチンクリップを使ってます。これ私今本当に激推しのアイテムになります。これも東金コーポレーションさんとかだった気がするんだよね。はい。でこれは普通にプライベートのもうスケジュールを書いてますね。プライベートのスケジュール書いたり、この日できれば撮影したいなって思ってる日をこうポンポンポンってメモしてたりとか、あとは人と会った日は人と会ったよシールを貼ってたり、ちょっと髪の毛がすいません。あとはそうですね、この左側には結構こうイベントだったり欲しいものの発売日とかを書いてたりします。この辺は飲みの市の予定があって、ここはフリクションゾーンのねちょっと柄の限定柄みたいなやつが出るので、3月27出るよってメモしてたりとか、こういう確定してないけどいけたらいいなみたいなやつをここに書くような感じにしています。で一番後ろのページですね、ここには付箋をこうちょっと置いておいて、この辺はね日用品の
買い出しメモに使ったりしていて、あと右側はちょっとしたシール入れにしてます。こういうセリアのね一番ちっちゃい丸シールを入れてたり、絆創膏を入れてたり、人と会ったよシール入れてたりっていう感じですね。これは普通に封筒をね自分で両面テープでここに貼ってるというだけです。この封筒自体は、トラベラーズステーションかなで販売してたもの10枚入り300円ぐらいだったんじゃないかなを買って貼っています。はい。で後ろのね背表紙の部分にはここもまた付箋置き場にしていて、ここにはねちょっと隠してるんですけど顔のマッサージのね写真を貼ってます。そう、なんか何回やってもね覚えられないし、そもそもマッサージすることを忘れるタイプだから、なんかここにとにかく目に入るところに貼りたいなと思って、貼ってるっていう感じですね。ただこれがさそのままなんか見えたら恥ずかしいから、こういうちょっと封筒型のね、これはタグ&ステーショナリーさんで買える封筒型メモ帳なんですけど、そこにこう貼ってるっていう感じです。で次に入っているのがこれが、仕事用のノートですね。はい、だいたい私このノートも自作しています。2月から3ヶ月2、3ヶ月でだいたい1冊使い切るぐらいの感じで、こうリフィルを入れ替えてるかなという感じです。ちょうどねつい昨日ぐらいに入れ替えました。でちょっと仕事のところは見せられないので見本っぽいものを書きました。実際のね中身とは違う感じです。はい。で私は、仕事用のねページっていうのはバレットジャーナルっぽい感じで書いてるって言えばいいのかな。バレットジャーナルのデイリーログをちょっと自分なりにアレンジしたような形で書いてます。だいたいその日の日付、一番最初にその日のスケジュールを書いて、下の方にその日のタスクを書いていくっていう感じですね。左側の四角の方は、仕事のタスクも流度とかあんまり関係なく発生したら全部ここに書き出していくみたいな感じにしてます。基本的にはこの1週間とか、2週間以内に手をつける、あるいは完成させなければいけないものは常にもうデイリーページに全て書くっていう感じにしています。で右手側の丸の方ですね、これはもうプライベートで、今日やりたいって思ってること、あるいは今週中ぐらいにやりたいって思ってることを書いてますね。で次の日になって終わってないものはもう全部それもまた書き出していくっていうような使い方をしています。で2週間以上後、3週間目以降後でやるようなことっていうのは別に付箋で書いて、後ろの方のページに貼ってたりっていう使い方してますね。で、この仕事用の、ノートの一番後ろのところには、通販リストを貼ってます。通販でこう頼んでるものがちゃんと届いたかっていうのをチェックするために使ってるっていう感じですね。この間ねロールバーンをまたちょっとセールでしてたから買っちゃったんだけど、そうやってこう書いておいて、届いたら丸をつけていくみたいな感じで、書いていってます。でここに使ってるのはアサネルさんのロール付箋を使ってますね。これすごくねシンプルで使いやすいです。書ける面積が広くていい。って感じで、ここもなんか1枚2枚適当に付箋を貼ってたりします。はい。でこれも背中のところにはとりあえず付箋を貼ってあるっていうことですね。これはキャンドゥとかセリアで売っている方眼紙の付箋です。これすごくお気に入りでいろんなところに貼ってます。で次に入ってるのが、プライベート用のリフィルですね。これにも付箋を適当に貼っていて、ここにはねなんかメモ書いてますけど、今自分がねすごい馴染んでるなとか気に入ってるなって思ってるリップをとりあえず書き出していて、こういう似たような感じのもので気になってるやつとかをここにちょっと貼ってるっていう感じですね。これはなんでこれ書いたのか忘れたけど、多分次買う時にこれいいかなって思うのをちょっと書いてるんだと思う。で、プライベートの方はだいたい月ごとに書くもの決めてます。これショッピングリストっていうのを、最初に入れてる感じですね。でこれは、日用品とかとはまたちょっと違って、自分の趣味とかエンタメとかのために使ったお金を書くって言えばいいのかな。文具だったりとか、あとはインテリアの、飾りになるようなアイテムだったりとか、
別にこれじゃなくてもいいんだけど、自分が嬉しいからっていう理由で買った器とか、そういうものをこうチェックしていて、あとはコスメとかね。で大体こう色分けして何にこうなんだろうな、どんなものをたくさん買ったかっていうのをなんとなくイメージ持てるようにしてるのと、あとはその月々のビンゴみたいなのを作っていて、自分のこうやりたいことをビンゴを作って、でそれがこうチェックなんていうのできたら丸つけて、ビンゴできたらわーみたいな感じなんかタスクっていうよりかはできるといいなぐらいの、こういうなんだろう、ゆるい気持ちでやっていく。別にビンゴならなくてもいいし、なったら嬉しいねぐらいの、温度でやるようなものをここに書いています。でそれ以外はもう本当にね、なんか本当にいろんなこうあれやってますね。この部屋のレイアウトをこう考えてたりとか、この辺はモーニングページを1週間使って1ヶ月やってみたっていう時の台本というかね、どういうこと言いたいかなみたいなのをメモってるページがあったりとかで、結構本当に何でもその時々で書くっていう感じにしてますね。で後ろの方からは結構ね、いろんなメモがこうバーって貼ってあったりするんだけど、この辺はね、そう私2025年の目標がなりたい人になったつもりで生きようっていうことになってるんですよ。なりたい人になったつもりで生活していくっていうのを一つの目標にしてるんですけど、なんかそれでそういう目的でこういうことをやったらって思ったことをメモってるって感じですね。ハンドクリームをまめに塗るとかお弁当をちゃんと作っていくとかね、飲みの市とか行っちゃうみたいなそう、こういう人になりたいなって思ってる人みたいなことをやったらここに書くっていうのをしてたりとか、ここはそうだ、香水のね、気に入ってる香水のノート作りたいなと思って、これのことは書きたいって思ってることをメモってたり、あとは部屋きれいにするためにちょっとステ活してたので、ステ活頑張ったエラエラエラログっていうでメモ書いてたりとか、この辺は次の楽天のお買い物マラソンで買おうと思ってるものとかも全部ちゃんと届いた通販の残り物とか、あとはこの辺ね、撮りたいなって思ってる動画のネタだったり、この辺はいつかってほどじゃないな、なんかの機会になんかのタイミングに買いたいな、安くなってるタイミングがあったら買いたいなって思ってるものを書いて、買ったら色つけていくみたいな。でやっぱいらないなって思ったら消していくっていうような感じですね。この辺は衝動買い防止のためにやってるって感じですね。あんま防止できてないんだけど、あとはこの付箋で貼ってるのは自分が好きなこと好きじゃないことみたいなのを、メモるといいよみたいなね。これも友達から言われてやり始めたのかな。A ラインのスカートとかよりタイトスカートの方が好きだなとか、首詰まってる服嫌いとか、なんかペタンコのスリムなシューズあんま似合わないから好きじゃないな、足痛いしとか、そういうね、なんかお洋服の好き嫌いとか、そういうのを結構書いてるかなと思います。でこれもネタ帳で、最後はこのペンホルダーですね。ペンホルダーをここに貼ってるのと、これもダイソーのクリアポケットを自分でつけてるっていう感じですね。で一番最後のページにはいろいろ挟んでます。でここに挟んでるのは一つはこの封筒を活用しているんですけど、こういうね小さい色付きの紙だったり、あと無印のねこれ方眼メモ挟んでたりとか、あとはタロットのこれカップの3かなとかを挟んでます。これはね願掛けみたいな感じ。好きなねチームがこう試合で優勝してほしいから、優勝してまたみんなでウェーイってやりたいねっていう気持ちで、なんか願掛けのつもりでこのカードを入れてます。でここに入れてるメモ帳とかはなんかこう日記っぽいこと、結構私家でゆっくりじっくり日記を書くっていうことあんまこうしないんですよね。外でちょこちょこっと思ったことを書きたいなって思うことがあって、その時にノートわざわざ持ち歩くってめんどくさいから、こういうメモ帳を入れといて、ここにバーって書いて後で、日記の方に貼り付けるっていうような使い方をしてます。そのためのこう小さめの紙を入れてたり、この辺もそうですね。
この辺も、日記用に入れているメモって感じです。もちろん他の用途にだって使っていいんだけど、このメモを入れてるかなっていうのと、あとはこれかな。これは、YouTube の登録者数のメモを取るために入れてます。これはね、ロルバーンのフレキシブル用のログチャートのリフィルですね。これがね、一番数字を管理するのには使いやすいから、これをずっと使ってます。でこれ書き終わったら、自分のね、今 YouTube 用に使ってるこことかにバッてとりあえず挟んでおけばいいかなっていう感じで使ってます。そう、こんな感じですね。挟んであるものはだいたいこんな感じ。結構ね、いろいろ挟んじゃってるので、厚みは結構あるかなと思います。立つしね。ちょっと抑えめにして、どんぐらいだろう。3.3 とかかな。3.3 センチぐらい厚みありますかね。結構重くて、私本当はね、トラベラーズノートあんまり物入れない方が好きなんですよ。ビジュアル的にもね。結構薄めの、本当にシンプルに使ってる人のね、トラベラーズノートが好きなんだけど、それはそうとして、私自身は結構この毎日持ち歩くものにこのリフィルっていうかノートとかスケジュール帳入れてないとやらなくなるっていう、出すことがめんどくさくてやらなくなるっていうタイプなので、もう何でも毎日なるべく高頻度で、書きたいものについてもとにかくここに全て入れるっていうような運用の仕方をしてます。で、構造を言うとですね、分解ちょっとしましょうか。どういう風に入っているかっていうと、まず、これプライベートだね。このプライベートと仕事とプライベート用のノートっていうのは、この一本のゴムで挟んでますね。これが、この真ん中同士をこのゴムで、一本のゴムで挟んだ上で、トラベラーズノートのもともとついているゴムの一本に挟んであるっていう感じです。で、もう一つが普通にこのマンスリーを一番真ん中のところでこのゴムに留めているっていう感じです。よいしょ。そして私カスタムしてゴム2本にしてるんですけど、後ろをね通す形で自作のファイル、この2種類が、挟まっているという作りになっています。結構ね、すごい挟んでるんだよね。こういう感じですね。で、それぞれのこの自作のリフィルのところには、自分でこういうね、何かしらノートの片方を挟めるようなポケットをね、自分でつけているので、ここに挟んで、これらは保管というか、挟んで、保持できるような形にしています。はい、こんな感じですね。いや、なんかね、やっぱね、この自分のその時々に関心があるもの、興味があるもの、好きなものっていうのにものすごくフレキシブルに対応してくれるのがやっぱりトラベラーズノートなんだなって思うんですよね。私は結構もともと閉じノートすごい好きで使ってたので、やっぱ年間のレイアウトのものが自分の中ではベーシックだったんですけど、なんだかんだやっぱ1年使うとさ、飽きるんだよね。で、飽きるとすぐ手帳を変えちゃって、なんか半年ぐらいでさ飽きちゃって違う手帳に乗り換えちゃってっていうので続かなくなったりとか、あとは1年経った時に結局半年しか書いてないから、なんか保存する気にあんまりなれなかったりみたいな感じで、それでね、なんか手帳モチベが下がったりとか、なかなかきちんと残していくっていうことねしなかったりとかしたんだけど、トラベラーズノートに変えてからね、結構なんだろうな、飽きる前にこのリフィルを使い終わることができているので、なんか結構続いてるなっていう感じですね。もうトラベラーズノートに変えてからは1年ちょっとぐらい経ってるかなと思います。はい。で、このねマンスリーとかも2年目に入ってるしっていう感じかな。
これ言ったかな。私このトラベラーズノートに入れているこのプライベートと仕事用とプライベートのリフィルは全て自作をしています。でこれは全部ねロルバーンの、用紙を使って自分で作ってるって感じですね。今ねこれちょっと汚いな。これがね、セリアで売っているケースなんですけど、この中にねトラベラーズノートのリフィルがめっちゃちょうどよく入るんですよ。でロルバーンのね B6 サイズ、ポケット L の方のサイズですね。その紙を、自分でね10枚ぐらい、ホッチキスでこうね中閉じで留めて作ってるっていう感じですね。この表紙の色とかもだいたい自分でその辺にあった紙とかで、作ってるっていう感じになってます。ちょっとこれ付箋貼りすぎてさわけわかんないけど、その辺にあったこうね紙を表紙にして作ってるっていう感じになってます。はい、自分でねこのトラベラーズノートのリフィルを作ると自分にとってこうちょうどいい紙の枚数にできるのがすごくメリットだなって思います。純正のねトラベラーズノートのリフィルってこれぐらい厚みあるんですけど、結構ね厚くてかさばるんですよ。で私はこう1枚のページを長く使うっていうことよりも、ノート自体を分けて複数用途のものをたくさん入れたいタイプだったので、薄めのリフィルを自分で作ってそれを何冊も持つ、それが自分にはすごく合ってたなと思ってます。今回におすすめしたかったのはこれなのよ。このねセリアで売っているこのケースがものすごくねこのトラベラーズノートのねサイズ感にちょうどよくて、私は今ねこれをこう予備リフィルとあともう使い終わったリフィルを保存するのに使っています。これはねスペア用のケースなんだけど、これもう一個持ってて、そこにはもう使い終わった用のトラベラーズノートをこう年代ごとにこうバーって入れてるみたいな感じで使ってます。そうするとねこうなんていうの上に積んだりもできるので結構収納場所あんまり取らなくていいなと思って今これを愛用しています。はい、というわけでちょっとねずらーっと喋りましたけど、今はねこんな感じで、トラベラーズノート活用しています。前回からね大きく変わったところは多分お買い物リストぐらいかなと思ってますね。でまたねこれもね3ヶ月ごとぐらいに今のトラベラーズノートっていう感じでこう徐々に自分にこうフィットするようにカスタマイズしていくこの姿をね見せていければいいなと思っていますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけでね本題はここで終了なんですけど、私はねちょっと昔から見てくださってる方にお伝えしたいことがあるんです。でなんと私が過去になくしたと嘆いていたトラベラーズノート見つかりました。もう本当にね時は萎えて仕方なかったのをねコメント欄で皆さんにこう励ましていただいて慰めていただいて、そして今のねこの新しいトラベラーズノートを買って使ってたわけなんですけれども、この間久しぶりに落とし物検索で検索したらちゃんとね落とし物センターに届いてたんです。そういやいつからねちゃんと落とし物センターに表示されてたのか全くわからないんですけど、この間ふとね思い出したようにないだろうけどもう一回見ておくかと思って検索したら出てきてて、でそれでね急いで飯田橋のね落とし物センターまで取りに行ってきました。すっごい並んでた。そこで30分以上ね多分待機してようやく出していただけて、でまさに私のもので無事に手元に帰ってくることができました。そうでねその時にさこのね使ってた万年筆パイロットのキャップレスもちゃんと無事に帰ってきました。もうねこれぐらいは取られてる可能性もあるかなと思ったけど、そんなこともなく本当に日本の治安に感謝、拾ってくださった方に感謝っていうね感じで無事戻ってきました。本当に時励ましてくださった皆さんありがとうございます。そうでねただ今ねもうこっちのさトラベラーズノートの方すごくもう
だいぶこうフィットするようになってきているから、引き続きメインの手帳はこれで使っていこうかなと思っています。で、帰ってきたねトラベラーズノートの方は、弟がねちょっとトラベラーズノート気になってるって言ってて、でもなんか自分で買うのはな、どうしようかな、ずっと悩んでるみたいな感じで言ってたから、ちょっとね弟に貸し出して、弟にちょっとトラベラーズノートをこう試してもらうというか、弟にこのトラベラーズノートの楽しさを感じてほしいなと思って、ちょっと弟にね貸し出そうと思っています。これはね使うけど、ただ今ねちょっとこのフリクションゾーンブームだから、今はねこれにしたいなと思っています。またねこれに飽きてきたら多分こっちに戻そうかなっていう感じかな。そうです、すっごいびっくりしたことがあって、私多分なくしたのがね11月ぐらいだと思うんですよ。でもう3ヶ月ぐらい多分経ってると思うんだけど、このキャップレス3ヶ月後にね初めて書いてもすっごいスルスルで書けました。インクがねおかしくなってることもなかった。なんていうの、カスカスにインクが乾いてカスカスになることもなく、もう1手目から綺麗にインクが出てね、すっごい感動しました。キャップレスってすげーって思いましたね。本当にすっごいと思いました。万年筆を使われてる方で、キャップレス買おうか悩まれてる方はね、ちょっとぜひ検討してみてもいいんじゃないかなと思います。ちょっとねこの根元のところは見えますかね。このマットのねあれが剥がれてシルバーが見えてきちゃってますけど、それも味ということで、しばらくまたこれもね使っていけたらいいなと思っています。というわけで今日はトラベラーズノートの使い方でした。見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。